皆さん、こんにちは。お元気ですか？今回はちょっとスペシャルなお知らせの動画です。この度、日記レッスンのコースを始めることにしました。日記レッスンとはどんなコースかというと、皆さんが日本語で書いた日記や文章を私が一つずつ読んで、ここはこうした方がいいかもってより自然な表現を提案するコースです。皆さん、こんな悩みはありませんか？自分で書いた日本語の文が合ってるのかわからない。日本語で日記を書き始めたいけど、一人で続けられるか不安。日本語の動画は楽しめるし、文章も読めるけど、会話に自信がない。そんな方のためにこの日記レッスンのコースを作りました。この動画では、1、日記がおすすめの理由。2、日記レッスンの詳しい情報。3、日記レッスンへの参加方法についてご紹介します。まず一つ目、日記がおすすめの理由ですね。私はほとんど毎日日記を書くんですけど、この日記が外国語の学習にも活かせるんじゃないかなと思ったのが、このコースの始まりです。その理由は2つあります。まず1つ目、勉強したことを忘れないためのアウトプットの練習になるから。今世の中はいろいろな情報で溢れてますよね。私たちが生きていく上で絶対に必要な脳にとって、その情報を全部処理することはとっても大変な仕事です。私たちの健康な生活のために脳はいらない情報、使わない情報はどんどん捨てていきます。忘れるっていうことですね。使わない情報を全部記憶していたら脳がパンクしてしまいますからね。だから脳に、その情報を使うよ、捨てないで残しておいてねって伝えるために必要なのがアウトプットです。覚えた文法や単語を忘れないために定期的に脳に、この情報は必要なんだって思ってもらうことが大切なんです。日記がおすすめの理由2つ目は、作文練習が会話力アップにつながるから。普段文を書くときは、単語や文法、助詞などを考えながら文章を作りますよね。実は文章を作る作業って、普段の会話の中でもしていることなんです。作文と会話は全然違うことのように見えるんですけど、実はそうじゃないんです。めちゃくちゃ高速で頭の中で文章を作って、それを声にして相手に伝えるのが会話です。日常生活でいつも使っている言葉なら、無意識に超高速で文章が作れるんですけど、やっぱり外国語はそんな風に簡単にはいかないですよね。練習が必要なんです。これは私自身、外国語の勉強で悩んでいるところで、文章は読めるし、音声も聞けるんだけど、会話をするときに文章も言葉も全然出てこない。伝えたいことがあるのに伝えられないっていう悔しい気持ちになることがたくさんあります。それで私は外国語で日記を書くことを始めました。最初は簡単な文を3つ書くだけでもすごく大変だったのに、少しずつですが作文のスピードが上がってきて、ネイティブの友達とチャットしたり、会話も楽しめるようになってきたなぁと感じます。時々一人で会話の練習とかもするんですけど、最近言葉がポンポン出てくるようになりました。日記なので
自分の話したいことで作文の練習ができるっていうのも大きなポイントです。ただ、自分で考えた文章が間違っていて実際の会話で伝わらなかったっていうこともあったんですね。なので、自分が書いた文章をチェックしてもらえたらいいなと思いました。そこで、もし私と同じように悩んでいる方がいたら力になりたいと思って、このコースを作りました。では、日記レッスンの詳しい内容についてご紹介しますね。まず、このレッスンは N3 以上、中上級レベルの方向けです。そして、Google ドキュメントをノートとして使います。これは私と皆さん、1対1のプライベートノートです。ここに皆さんが日記をタイプして、私が日記を読んでコメントを書きます。1週間に2回、1ヶ月に8回日記を送ることができます。1回分の日記の長さは100字までです。1日に2回日記を送ることはできません。月曜日、火曜日、木曜日、土曜日にチェックして返信します。日記レッスンはすべて日本語です。20分のフリートークセッションが1回ついています。希望される方はぜひ予約してください。追加料金はありません。このセッションは最初の月の1回のみです。2ヶ月目からはありません。セッションでは皆さんの好きなことや日本語学習の目標などを教えてください。Patreon から参加できます。募集期間などは概要欄のリンクから確認してください。定員に達し次第募集を終了いたします。毎週月曜日に今週のテーマを Patreon にアップします。もし書くことがなくて困ったときはこのテーマを使って書いてみてください。日記レッスンの紹介は以上です。実はこの日記レッスン、数年前から温めてきたもので、いろんな本を読んだり、自分で実際にやってみたり、私も皆さんと一緒に日本語を勉強し続けて、たくさん考えて作ったものなので、今やっとこうやって皆さんにご紹介できるのがとっても嬉しいです。JLPT には漢字の読み方とか文法、読解、聴解はありますが、作文はないので、自分で作文の機会を作らないといけません。自分で書く練習をして、ネイティブの人に見てもらうことで、自分が間違いやすいポイントも見つけることができます。日記レッスンについては、公式サイトの方でもお知らせしています。ここでは実際に私の日記レッスンを受けてくださった方の感想を少しご紹介しています。気になる方は公式サイトもぜひチェックしてみてください。ここまでレッスンについてたくさんお話ししてきましたが、日本語で日記を書いてみたいなぁとか、自然な表現を使えるようになりたいとか、自分の気持ちを自分の言葉で伝えられるようになりたいって思っている方は、ぜひ一緒に練習しましょう。皆さんのご参加お待ちしております。それではまたねー。